皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回は10年くらい前の2016年に制作した卓上サイズにローカル線の無人駅を再現したジオラマ岩泉線の二条石駅、この作品をご紹介してまいります。過去動画を音声解説で完全に新規に作り直したものになりまして、簡単な現地調査と制作から完成までを短い動画にまとめました。リズミカルにご案内してまいりますので、皆様の何かのお役に立てれば嬉しいです。川崎区の日常を製品でジオラマにしました。動画は概要欄をご参照ください。岩手県の県都盛岡市の東側にある岩泉町は地底湖で有名な龍泉洞がありまして、昔僕よく車で遊びに行ってたんです。で、当時岩泉町には岩泉線が走ってまして、盛岡から龍泉洞に向かう途中にある道路沿いに岩泉線の二条石駅があって、駅舎はないんですけど、こんな感じでですね、ジオコレの駅 F みたいな佇まいのホームがめっちゃ印象的だったんです。そして駅の少し南側盛岡寄りにはですね、奥に伸びる細道とのボックスカルパートみたいな立体交差があって、この辺り模型化したいなって思ったのが今回の作品の制作動機です。作品は幅 345mm、最大奥行き 133mm のアーチ状のケースに再現していきます。単線の線路を少しだけカーブさせてアクセントにして、ジオコレの駅 F を置くことにしました。築堤上の駅なんで、多分その築堤作るだけでケースいっぱいになりそうですね。で、厚さ 20mm のスタイロフォーム2枚を重ねてあげて築堤を再現します。全体的に地形のメリハリを少しでもつけたかったんで、少し地形をアレンジしました。駅の奥側を少し下げて、本当はねフラットなんですよ。で、本当はもっと南側にある築堤の区間を駅のすぐ脇から始まるように持ってきました。そしてここには小道を作ってボックスカルパートの断面を再現したりします。ちょっとニヤニヤしちゃいます。下地処理をしてレールの配置を決めたら、ところどころの蓋が外れているケーブルトラフをこのタイミングで作っていきました。ボックスカルパートや道路、側溝といったブライタを使う部品たちをまとめて一気に作っていきます。塗装をしたらパーツを組み上げて、で側溝もですね、アスファルトもまぶし塗装で再現しました。各部材をベースに接着したら緑化を進めて完成になります。ジオラマは先ほどもご紹介しましたけれども、幅 345mm、最大奥行きが 133mm のケースに再現しています。駅部分はジオコレの駅 F を使用して、駅から国道までのアプローチになる砂利の小道を再現しています。ホームは駅 F を使用していますんで、1両編成が停車できる長さなんですけど、あえて岩泉側は柵を設けてないんですが、これホームが続くことを暗示したかったのかななんて考えてます。って自分で作ったのにめちゃめちゃですよね。そしてジオラマの裏側にも何かにやりとできるものを再現したくって、地層を想像で再現してます。これも完全に想像の世界なんですよ。で、この頃からこういう遊び心でジオラマを作ってたんですね。ジオラマの端っこにはボックスカルパートの断面を再現してまして、やっぱりこういう断面とかがジオラマで再現されたりしてると、思わずニヤッとしちゃいませんか？って僕だけですかね。やっぱりもうめっちゃ作ってて楽しかったんだろうななんて今でも思います。この道路にはジオラマ内で登場する数少ない住人である自転車の荷物を整えるオンツァンを配置しています。そして駅へのアプローチには通学で列車を利用するんでしょうか、それとも下校がてら駅で遊んでるんでしょうか、兄弟の人形を配置してあげて、でホームの端っこには撮り鉄の人を配置しました。築堤区間は少しカーブさせましたので、列車の側面が少し見えるんで、コンパクトながら個人的にはワクワクできる作品になったんじゃないかななんて思っています。最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエモリジがオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。